でも、どれか一つでも手に入れれば、幸福のステージは確実に上がっていきます。この考え方を踏まえると、友達がいないイコール不幸とは限らない。むしろ、他の資本で代替できるという視点を持てるかどうかが重要です。例えば著名人が友達なんかいらないと言い切れるのは、他の資本、つまりお金やスキルをすでに手にしているから。孤独でも満足して生きられる装備が整っているわけですよね。逆に、どの資本も乏しい場合、現代風に言えば無敵の人に近づいてしまう。そうなる前に、どれか一つでもいい幸福の資本を育てていくことが大切だと思います。ごきげんよう、ペーパーです。今日のテーマはこちら。不幸な無職ペーパー。果たして幸せは何で決まるのか。先日、視聴者さんからこんなコメントをいただきました。人生の価値観がお金、いくら資産があればファイヤーできるかなどに支配されていませんか？お金基準で人生を判断している。逆に、こんな体験や経験、結婚して子供を産んで人的資産をいくら豊かにするか。それを出発点に、そのために必要な資産はいくらなんだろうという視点が欠落している気がする。これはペーパーに対するご意見ではありますが、資産形成に全力投球している一部の方々にも当てはまる問いかけかもしれません。価値観は人の数ほど存在します。結婚やお子さん、その他の経験がその人を幸せに、そして豊かにすることもあれば、その逆もある。唯一の正解がない分野です。ペーパーもいろいろなものを手放した上で、現在の資産を築き上げてきました。相当振り切った生き方をしていますから、偏った人間に移るのも仕方ありません。お金に支配されている自覚はないのですが、それでもいただいたご指摘はごもっともなわけです。人生における複数の要素をどの程度のバランスにすると自身にとって最も幸福だと言えるのか。これはなかなか難しいテーマですよね。人は誰しもが幸せになりたいと願うわけですが、そもそも幸せって何でしょうか。お金だけでもないでしょうし、家族がいることだけでもないのでしょう。地位や名誉なのか、周囲の環境なのか、書き出していくとキリがありません。この問いをロジカルに答えようとしたのが、作家立花明さんの著書、幸福の資本論。その続編であるシンプルで合理的な人生設計です。本書では、人間の幸福を感情ではなく、資本イコールリソースに分解。つまり、幸福を生み出す土台を構造で説明しようとしたわけですよね。今回は幸福がどういう状態を指すのか、そしてペーパーは今どんな状況にあるのか、こんなことを読み解いていきたいと思います。資産形成をされている方は、自身の現在地を読み解くヒントにもなると思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。柔らか中学校。幸福を支える3つの条件。立花さんは本書の中で幸福を感じるための3条件をこのように整理しています。金融資本イコール投資で得た富。働く、休む、住む場所を自分で選べる余裕があること。つまり、そうした自由を支えるのが金融資本。人的資本イコール働いて稼ぐ力。自分のスキルや能力を活かし、社会に貢献して評価を得ること。つまりそのような稼ぐ力が人的資本。社会資本イコール人的ネットワーク。家族、友人、仲間とのつながりを持つこと。つまり誰かと支え合える関係こそが社会資本。この3つの資本が幸福を支える3本柱となるわけです。金融資本は一定のお金を得てファイヤーする考え方とつながる部分がありますよね。大なり小なり生きていくには大切なこと。
人的資本は仕事で実績を出していく。つまり周囲からの評価を得ること。社会資本は移住地域や趣味などで生まれていく人間関係を育んでいくこと。これらは金融資本から社会資本にかけて徐々に不合理な面が増えてくる特徴もあります。資産形成はある程度決まった型が存在します。稼ぎを増やし、支出を減らし、余剰資金をインデックス投資に回す。大部分は合理的に進めていくことができると言えます。一方で、人間関係のようなものはコントロールできる範囲が限定的だということもあり、その大部分は不合理で成り立っていると言えます。自分と気が合って、かつ学びにも役にも立つような人ばかりを周囲に置いておくこと。これは一見合理的と考えられるものの、それだけでは自分に新しい視点が入っていきませんし、何より現実的じゃありません。勤務先に行けば意見の違う人はたくさんいるし、家族を持てばいろいろな価値観と向き合う必要もあるし、どこかに住めばその周囲の人たちを選ぶことはできないからです。時間をじっくりかけて良い環境を醸成していく。そういう不合理さをまるっと飲み込んだ上で満足いく人間関係を築いていくことが求められます。仕事については合理的、非合理的が半々といったところでしょうか。仕事で稼ぐことは世間からの評価を受けるものですが、中には必ずしも比例しないこともあります。また、人や場所など環境が揃えば普段以上の力を発揮することもあるし、自身の隠れた才能を発見することだってあるかもしれない。逆にそれらに恵まれなければ力を発揮するどころではないといった具合です。こうした構造を理解した上で、自分自身がどのような順番でこの幸福を感じるための3条件を満たしていくのか、それを探し求めていく旅こそが人生なのかもしれません。柔らか中学校。幸福の8つのパターン。先ほどは幸福を感じるための3条件が金融資本、人的資本、社会資本であることについて紹介してきましたが、この3資本のある、ないの組み合わせで人の幸福を8パターンに分類するとこのようになります。皆さんもご自身がどこに当てはまりそうかを考えながら見てもらえればと思います。長寿。すべての資本が満たされた理想形。リア充。お金はないがスキルと仲間に恵まれている。マダム。お金や人に支えられているがスキルがない。ソロリッチ。お金もスキルもあるが孤独。孤独な金持ち。お金だけを頼りに生きる。ソロ銃。スキルはあるが他は何もない。プア銃。周囲の友達だけは多い。貧困。すべてが欠けている。理論上、長寿。つまり幸福の資本をすべて持っている状態は存在しますが、現実には様々な制約があり、このレベルに到達するのはほぼ不可能です。でも、どれか一つでも手に入れれば、幸福のステージは確実に上がっていきます。この考え方を踏まえると、友達がいないイコール不幸とは限らない。むしろ、他の資本で代替できるという視点を持てるかどうかが重要です。例えば、著名人が友達なんかいらないと言い切れるのは、他の資本、つまりお金やスキルをすでに手にしているから、孤独でも満足して生きられる装備が整っているわけですよね。逆に、どの資本も乏しい場合、現代風に言えば無敵の人に近づいてしまう。そうなる前に、どれか一つでもいい幸福の資本を育てていくことが大切だと思います。柔らか中学校。今回は立花明さんの著書をベースに不幸な無職ペーパというお題で進めてきましたが、いかがだったでしょうか。金融資本、人的資本、社会資本。お金があれば幸せでもなく、スキルがあれば幸せでもなく、人間関係があれば幸せでもなく、自分にとってどの資本が足りていないかを知ることこそが幸福への第一歩である。
そんなことが言えるのではないでしょうか。3つの資本はトレードオフの関係にあります。どれかを手に入れようとすると、他のどれかを犠牲にしなければなりません。お金を増やしていくことに注力すれば、人付き合いは疎遠になるし、結婚が遠のくこともあるでしょう。パートナーや家族との時間を重視しすぎれば、仕事はそこそこになり、スキルや評価が伸び悩むこともあるでしょう。これはお金の成長スピードにも影響します。有限である時間の中で、どの分野から手をつけていくのか、最終的にどうなることが自分自身にとってのゴール、つまり幸福だと言えるのか、このあたりの設計が大事になるわけです。改めて冒頭に話を戻していくわけですが、エーパ自身は今一体どんな状態にあるのでしょうか。まずは3条件をそれぞれ見ていきましょう。金融資本。2024年末で早期退職をして、今は保有資産だけで生活をしており、ここは丸だと言えます。人的資本。長年の会社員生活で培ってきたのは、勤務先内での生き抜き方だけですから、悲しいですがここは×です。社会資本。勤務先の早期退職後、連絡先をリセット。人との接点を極力減らした生活をしているので、この項目は確実に×です。これを幸福の8パターンに当てはめてみると、まさに3つの資本のうち1つでも手に入れればそれなりに生きてはいけるんだと思いますが、丸の箇所を引き続き磨きつつ、×である人的資本や社会資本を手に入れるための行動をとっていく必要がありますね。ペーパーは以前に作ったバケットリストの中で、仕事、自助でミリオンセラーを出す、ラジオ番組を持つ、若手作家の支援をする、テレビ番組のコメンテーターになる、ナレーションの仕事をする、交際、生涯の友人を複数名作る、自分にはないスキルを持った彼女を作る、各世代で知り合いを作る、外国人の友人を作る、自分のコミュニティを運営する、こんなことを挙げていたりしますから、引き続き YouTube、ブログ運営をやっていきつつ、他の分野もしっかり取り組んでいきたいと改めて思う次第です。3つの資本、なかなか大きなテーマです。それぞれが緩やかにつながっているとはいえ、相当突き抜けた何かを持っていないと、同時に3つ得ようとしてもうまくいかないでしょう。行動が分散しすぎて成長実感が得られず、継続するモチベーションが保てないためです。テレビゲームにおいて、ボス戦で相手が複数だった場合、どの順番で倒していくか計算をした上で攻撃を仕掛けますよね。あれと同じ原理で、まず1つ目の資本に絞って攻略する。それが片付いたら2つ目、そして3つ目と、ステップを順当に踏んで3つの資本を攻略していくのが成功法だと思います。幸福のゴールが人によりバラバラだとしても、この考え方は同じなのではないでしょうか。僕自身は金融資本を得て、次に人的資本、最後に社会資本かなと考えています。後者2つはもしかするとどちらかしか手に入らないかもしれませんが、そんなことを今後の50歳前後で攻略していくことをイメージしています。前回、ほったらかしできる金融資産1000万円を早く作れという話題をお届けしたわけですが、個人的に最強だなと思う資本の揃え方は、20代で金融資本、30代で人的資本、40代で社会資本。ざっくりですが、こんな感じなんだろうなと思います。やはり、お金の話は20代で早めにケリをつけて、他の2つへ挑む。30代で様々なチャレンジをしてスキルや評価を伸ばし、価値観や人生観が固まり出しているであろう40代で自身のコミュニティを磨いていく。ここは自身の半生を振り返った上で、どのような着手の仕方が良いと考えるのかですから、個性の出るところではないでしょうか。ということで、お金、スキル、人間関係、あなたは今どの資本が強いですか？幸福の8パターンのうちどこに当てはまっているのかなど、ぜひコメント欄で教えてください。
この柔らか中学校では、お金や仕事に関する話題を中心に、ファイヤー生活に突入したペーパーの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひ、チャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いいたします。また、サブチャンネルペーパーの独り言は、ペーパーが興味関心のある話題を取り上げて、好き放題喋り倒すラジオのようなライブ配信番組となっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。人生はノーコンティニュー、悔いのないようにやっていきましょう。今日のまとめです。幸福の現在地を見える化しておこう。ということで、以上、ペーパーでした。では、ごきげんよう。